ワールドラバーで大ヒット、リピーターが続出、レシーブが楽しい、究極のチャンスメイクラバー、アポロ5超極薄。バック側にしようか、小三角、ここに落としていく、それから相手の打ちづらいように、ラインが出ない。で、4回にしようね。で、重心を吐いて、ここに、皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。本日のゲストは中国卓球のモーコーチです。モーコーチは池袋にある中国卓球でレッスンをしています。また中国卓球クラブは池袋だけではなくラモン卓球クラブ&バーもオープンしました。詳細は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマはモーコーチがおすすめするバックハンドストップを解説します。中国語ではバイタンと呼ばれ、この技術を使うことで相手に短い返球をして前に寄せることができます。バックハンドストップは卓球の中でも非常に繊細なテクニックで相手の強い攻撃を防ぎつつ自分の有利な展開を作ることができます。しかし正しく行われないとボールが浮いたり返球が長くなり相手に攻撃されることも多いです。こうしたミスを避けるためにモーコーチが詳しく解説をしてくれています。相手の攻撃をうまくかわして有利に試合を運びたい方はこの動画必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。ではモーコーチのレッスンを見ていきましょう。皆さんこんにちは。中国卓球のモーです。で、今日は、エゴダ、練馬区エゴダ、ラモン卓球クラブ&バーで、この動画を皆さんに、お届けいたします。どうぞよろしくお願いします。バックの方でちょっとバックストップ、最近よくみんなここに来てから例えばオシャロフね、ここまで来てとかね、こうやろうとするっていう、短い続き、ね、ストップを入れる、そのまま終わってから次をダーンのバックドライブの流れが非常に増えてきました。でこのバックストップ正直言うとフォアよりは難しいんですよ。なぜならばフォアストップで体の右側にあるので腕がそうすると抑えやすいんですよ。調節しやすいんですよ。バックは真正面なのでそうするとコントロールしづらいんですよね。そうすると手の加減難しくてみんなバックでストップ置いたりで長かったり打たれるのは怖いんですよね。でも実際はこのバックのストップは今張本もねマロンずっと使っててみんな結構苦しんでいましたね。バックストップいいところがストップをしようとしていけると思ったらそのまま払えるんですよ。だからバックに騙されるバックストップしに行くよっていうのは大体騙される。最初は相手を騙そうって思ってる。実際はバックストップ何もいいわけないの。相手を騙していくとフリックする。騙していくとパンって長くいく。でも実際に本当にストップされたらみんな嘘だよ、本当に来たんだよってなっちゃうから、そこを、心をかけて相手を騙そうと思ってストップしにください。でそのポイントを押さえますね。ポイントは何でしょう。絶対手ではないボディ、体、重心を完璧に持っていかなければボールが落とせないんです。うまくいってもボール浮いちゃうから、足いかなければ重心いかなければボテだけいくと絶対置くんで、そこをぜひ覚えてください。重心を全部吐いてから下ろしていくの、送っていく、続きしに行くんじゃなくて上から斜め下に下ろしていくの気持ちで重心で下ろしに行ってストップを短く続きってもいいんですから、ストップだと結構厳しいので中国語で言うとストップではバイドワン、バイ短くバイ、ドワンは短い、バイは置く、短く置くね、そこに置いていくバイドワンは中国語ですよね。ではちょっとやってみましょう。重心を全部入るんですよね。重心を全部入っていくね。重心入らない場合は浮いちゃうんで打たれる。これ絶対危ないですよね。重心を全部入って落としていくね。はい、上から斜め下に落とすんですよ
で本来は今まで20年前はこういうボールはみんなほとんどフォアでストップしてたね。マリンでもね、攻撃でも、竜ゴフラでもね、ワンリーでもね、フォアでパッとしやすいから、バックはしづらい、みんなほとんどやらなかった。今はチキータみんなかな、ね、バック側にしようか、小三角、ここに戻していく、それから相手の打ちづらいように、台までね。今増えてきました。これをやるには、じゃあもうさ、こんなボールだったらやりやすい。じゃあ長いボール来たらどうするんだ。でこれ一歩準備別に全て長いボール来たらドライブすればいい。それは当たり前の話だけどもね。でも短い練習するときはこういうサーブ出してもらう。じゃあ横回転はストップできますか。どうぞ。横回転してよね。で重心を準備入るよね。曲がってきました。横の方が角度を変えるんです。同じく上から下ろすんです。で、下ろすとき大体みんな怖いからこういうミス出るんですよね。バツンと落ちてるんで。落ちてる理由は何ですか。落ちてる理由は自分がボールを重心で落っこっていくのに出さなかったから。横側にかかってるので触ると落ちる。じゃあちょっと出していくと、斜め上から下にちょっと出していくと、斜め上から下にちょっと出していくと、今のどうかちょっと出していくと入るんです。出さないと怖いから短くしたいから動かないとポツンと落ちる。でもちょっと斜め上から斜め下に下ろすとボールが入りやすいんです。そこを一つ気をつけて、重心を入るのは絶対です。重心を全部入る。じゃあもうさん、巻き込みははい巻き込み横回転も角度変わりました。同じく重心を入って同じく重心を吐いて重心を吐いて小三角の方に方にストップ短くしやすいね。ボールが上がっているし。順横、逆横、巻き込み、YG、横であれば全部できます。それを別にただナックルやらしかできないではなく、このバックストップはいろんな回転対応できますっていうことを覚えてください。ということでね、重心を準備入るんでね。ということでね、重心を準備入るんでね。ということでね、重心を準備入るんでね。
けど打ちづらいように、はい、台までね。で、ですよね。で、重心を吐いて、ここに。ほう。で、海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。